国債いくら振っても自国通貨建て日銀が買い取ってる外貨準備いっぱいあるから大丈夫的な理論で、もしも草がされて日本がハイパー売れで円が紙幣の時考えられる最悪のケースを経済、エネルギー、食料、福祉、生活、治安、国防等の観点でひろゆきさんの考察を教えてください。円が安くなってしまって石油買えなくなるっていうのが、買えなくなるというか石油の値段が上がるんですよね。なので1ドル160円の時に電気代上がったよねっていうのがあって、電気代が上がって輸入で農産物の米の値段がなんでそもそも上がったかっていうと、米だったり野菜だったり肥料も輸入してるんですよ。で日本って肥料のリンに関しては 99% で、窒素化合物に関しても 98% とかだったかな。基本的に農作物の肥料ってほぼ輸入なんですよ。でこれがじゃあ円安でもともと1ドル100円だったのが1ドル200円になりましたって言ったら2倍の値段になるんですよ。っていう感じで物価が高くなりますっていう形で、そこでエネルギーが買えなくなりましたってなると、じゃあ地方で農業とかできないよね。じゃあ地方で生活難しいよね。だってガソリン代倍になったら車持って生活できないよね。で車がないと生活できない地域というのは人が住まなくなります。家賃も下がるし家も買われないし、でそうなってくるとその廃墟におかしな人たちが住み始めます。景気が悪くなった時っていうのは、景気が悪いので人は雇われなくなります。人が雇われないけども、でも元気だけどどの会社にも雇われない人が飯食うためには金を奪うしかないんですよ。生活保護取れますっていう人はいいんだけど、俺元気です。実家暮らしです。家族がいます。その家族を食わせなければいけません。でも仕事クビになりました。じゃあ毎月の食料をどうやって入手するか。それは盗むしかないよねっていう考えをする人が一定の割合出てきます。で、一定の割合で出てきた盗む人というのがバンバン盗んで、ちなみに今も日本だと窃盗に関していくと、確か捕まる割合が2割とか3割じゃなかったかな。強盗とかになるとすぐ捕まるんですけど、窃盗レベルだともう捕まんないんですよ。バイク盗んだとか捕まんないじゃないですか。っていう感じで、窃盗がどんどん増えるんですよ。で、窃盗で暮らすのが当たり前になって、治安はどんどん悪くなって、ただ地方というのは税収も少ないので、警察官そのものが少ないので、なので、この地域警察官少ないよねってバレると、その地域に犯罪者が寄ってたかってくるんですよ。要するに東京はお金があるから犯罪やると捕まるんだけど、千原まで行ったらもうそんなに捕まらないよねってなると、じゃあ東京の人たちが千原で犯罪をして物取って帰ってくるとか、おばあちゃんバールでボケでも家の中の現金中央値400万円を盗むとかってなると、要は1件攻撃したら400万円入るよねってなったら1年分の年収じゃんみたいになると、じゃあそれワンチャンあれじゃねみたいな人っていうのがやっぱ日本中で成立するんですよ。そこでじゃあまともに働くより悪いことした方がいいよねっていうので、勉強するよりも捕まらないテクニックというのを一生懸命覚えるようになるんですよ。一生懸命勉強しても就職できません、不景気だから。じゃあお金にならないじゃん。じゃあお金が欲しいとき、飯食いたいときどうすればいいの。でそうすると極端的な人がこうやって教えば金儲かるよ、教えてやるよって言って、そこで教わって頭のいい勉強したら大学行けるような子も悪いことをした方が儲かるよねという状況になっちゃうんですよ。ってなると、じゃあ頭のいいとほど悪いことをするから、結果としてはその犯罪者組織がどんどん高度化するんですよ。今オレオレ詐欺って頭の人って捕まらないんですよ。実行犯とかが捕まってて、前ルフィが捕まりましたけど、でルフィフィリピンから指示してましたってなるんですけど、あれがフィリピンの刑務所じゃなくて、じゃあ海外に住んでるやつが定期的に指示を出して国をポンポン移動しています。フランスでビールを飲んでますってなったとして、逮捕のしようがないじゃん。要はフランスにルフィってやつがいるらしいぞって言って刑務所だから捕まったけど、なんかそろそろバレそうだなっつったら、じゃあドイツに行きますとか、オランダに行きますとか、じゃあペルーに行きますとか、アメリカに行きますって、点々とトップが移動して、ずっと現場の人たちはこう犯罪のオレオレ詐欺とか、民家を襲うとかやりまくりますってなったとしても、もう止めらんないんですよね。っていう感じでどんどん治安が悪くなってくるんじゃないかなと思います。国防の観点でいくと、外国人のスパイも入るようになるし、じゃあ外国の人たちが、じゃあ日本海を通って日本を攻めるときに、ここにある程度じゃあ武器とかを置ける倉庫があった方がいいよねとかっていうので、潜水艦とかでファーっと来て、こう倉庫になって武器乗って、で、そこからじゃあ東北とか関西とかに拠点を作ろうみたいなので、どんどんその拠点を増やすっていうのができちゃうんですよね。廃屋とか誰の持ち物でもない建物っていうのが増えると、じゃあそこに武器を置いたりとか、連絡先とかで使おうとか、じゃあ外国人が来た時にそこにかくまおうみたいな、っていう感じの隠れ家がいっぱい作られちゃうんですよ。で、これ犯罪者も使うんですけど、っていう感じでどんどん悪化していくんじゃないかなと思います。僕多分地方の
高齢者が襲われるのが当たり前になる時代が10年20年で来ると思ってます。で、コンパクトシティ構想って言ってる人たちはそれの賛成派です。要するにコンパクトシティとは何ぞやっていうのは、インフラを維持できる範囲というのを決めますよって話なんですよ。例えばじゃあ東京都で行くと23区のインフラは維持するけど、八王子とか檜原村は知ったこっちゃないよねっていうのがコンパクトシティなんですよ。なので、おっさんに襲われましたって日の丸から電話したとしても、じゃあ調布から向かいますとかで、警察が来るのはもう30分後っていう時代になるんですよ。もう地方になってるけどね。そうすると、じゃあ襲って物を奪って車で逃走するっていうのが20分以内にできちゃうと、もう警察来たとしても、なんか暗くて誰だか分かりませんでした。ナンバーも見れませんでした。どこに行ったか分かりません。はい、アウト。で、次の日にはその人たちは飛行機に乗って外国に帰ってます。日本人はそんな悪いことするはずないよっていう価値観で、田舎に住んでる高齢者を襲うようなそんな悪いこと日本人しないよって思ってると思うんですけど、金儲かるんだったら外国人が普通に来ます。これは欧州とかアメリカの考え方です。はい。なので、外国人が日本に来るのに、じゃあチケット代払って1人か10万円ぐらい日本に来ましたっていうので、夜中の間に2、3件襲って、で、その後帰りのチケットで普通に帰りましたって言って、もう知りようがないよね。調べようないし、逮捕のしようがないよね。貧乏人ばっかりだったらいいんですけど、やっぱり高齢者って結構お金持っちゃってるんですよね。で、タンス預金とかもあったりするので、外国人の人たちが当てずっぽうで襲うかというとそうでもなくて、地域で半グレ的な人たちってどの地域にもいて、で、ここの金持ってそうだよねって当たりをつけていて、外国人に言って襲わせて、で一通りじゃあこう金をもらって、盗んだもんもらって、給料払って外国人の人は帰ってもらうと。っていう感じで、埼玉県に住んでる半グレの人で、誰が金持ってるかなっていう情報を持ってる人というのが、外国人を単に派遣するという構造になると思うんですよね。ってなるとやっぱり捕まえようないんですよね。なので、じゃあこれどうやって止めるのっていうのの答えないんですよ。なので、起こりうるよねっていうのが起きないっていう風に断言できる理由が分かんないんですよね。だってもう起きてるんだもん。フィリピンでルフィと呼ばれる人がコントロールして人を襲っておばあちゃんをバールで現行犯がいるっていうんで、その現行犯が日本人だったから捕まってってなるんですけど、別に儲かるんだったら日本人にやらせなくていいよね。外国人にやらせりゃいいよね。じゃあ、ルフィというフィリピンにいる人たちが指令を出したって言ってるんですけど、あれで盗んだ貴金属とかお金とかって誰がもらったんですか？どこに行ったんですか？あれまだ分かってないんですよね。だってフィリピンに持ってけないじゃん、貴金属、現金。なので、現行犯のおばあちゃんの人も持ってないんですよ。盗んだ貴金属と現金はどこに行ったのですか？それをすでに儲かった人が日本のどこかにいるはずなんですよ。僕は半グレかヤクザ系の人とは思ってるんですけど。なので、日本ですでにもう起きてる状況の話を僕はしてるんですよ。で、これが10年後にやりづらくなるですか？やりやすくなりますか？なので、日本の人口が増えて、いろんなところにも日本人がいて、お金もあるから警察がいろんなところにいて、なのでそういうことが起きなくなりますという社会にこれからの日本になりますっていうのであれば、僕はその何十年も幸せに暮らせる可能性ありますよって言うと思うんですけど、じゃあ今人口はどんどん減っていって、人の目も減っていって、税金払う人も減っていって、じゃあコンパクトシティという形で警察や消防というのも人数減らしていきますよっていう時に、人を襲う犯罪をやる人たちは増えますか減りますか？地方で暮らしている人たちが犯罪に遭う可能性というのは上がりますか下がりますかっていう話で考えればわかるでしょ？なので何十年も幸せに暮らす可能性というのは難しいんじゃないかなというふうに思いますけどね。そうなった方がいいよねっていう願望と実態は違うんですよ。何十年も暮らせる日本になってほしいよねっていうのであれば僕もそうですよねなんですけど、知り合いのなんかおじいちゃんとかおばあちゃんが山奥で一人で暮らしたいんだけど、で銀行とか信用できないから家にこうそれなりのなんか金目のものとか置いときたいとか、おしゃれが好きだから宝石とかっていうのも家にあるんだよねって言ったら絶対やめとけって僕は言いますけどね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。